皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本の安倍総理が辞任を表明したことにより、次期総理が誰になるかというのが一つ大きな政治的な命題になりました。その中において、いろんな人の名前が挙がっているわけですが、お隣韓国ではある人物への待望論というものが出ています。それは、石破茂元幹事長です。様々な候補者の名前が挙がっているのになぜこの人物にだけ韓国側で待望論が出てくるのか、そういった話について今回行っていきましょう。そして日本国内の世論調査などにおいてもこの石破茂議員の名前がまず1位に上がってくるその背景についても私なりの解説をしようと思っています。それでは現在韓国側でどのような報道がされているのか関連ニュースをどうぞ。安倍首相の辞意表明に韓国は驚きと安堵が交錯。次期首相には石破待望論。安倍晋三首相の辞任表明は韓国にも波紋を及ぼしている。多くの韓国のメディアが安倍辞任表明を速報で伝えていたことからも、韓国国民が大きな関心を寄せていることが伺い知れる。韓国の国民にも安倍首相の唐突の辞任表明は驚きをもって受け止められているが、安倍首相が韓国では反韓人士、極右指導者として認識されていることもあって、安倍首相の辞任に歓迎、安堵の雰囲気が漂っている。現に与党、共に民主党のイ・ゲホ議員は、安倍総理の辞任表明について万感の思いがする。韓国と国民と政府を苦しめてきたからだと、自身の Facebook に書き込んでいた。メディアも、競合新聞は、戦争可能な国家を作る執権内々、右傾化まっしぐらの見出しを掲げ、安倍総理は最長の総理という栄光よりも、敗戦国日本の戦後体制脱却と戦争ができる普通の国のためひたすら右傾化を追求してきた総理として評価されると皮肉り、日韓関係についても韓日関係の改善、村山談話の継承を公言したものの極右的成功を露呈するまで長い時間はかからなかったとして河野談話の検証問題を持ち出すなど緊張を高めたとして酷評していた。中立系の韓国日報の記事も同様に韓日葛藤を煽った安倍が去ったとの見出しを掲げていたが、冒頭から安倍総理は2012年12月に第2次政権を発足してから8年の在任中に植民地侵略などを否定する歴史修正主義の形態で韓日葛藤を煽ってきたと批判していた。CBS 系のインターネットニュース、ノーカットニュースが幕を下ろした日本右傾化長期独走、安倍落馬で韓日関係も変わるかの見出しの記事で、安倍首相について、韓国叩きと歴史修正主義と喧嘩、右傾化を導いた長期独走体制が終わったと韓国の本音を伝えていた。その他のメディアは、ポスト安倍と今後の日韓関係について焦点を当てて伝えていた。保守系大手紙の東亜日報は、菅強制徴用に強硬姿勢、安倍の副社版、石破が韓国との関係改善に最も積極的との見出しを掲げていることからも明らかなように、石破氏に期待を寄せるような内容となっていた。同氏は誰が次期総理になっても両国の関係改善に変化は期待できないとの韓国内の日本専門家らの言葉を紹介しつつも、石破氏を評価する理由として今年1月に石破氏が同氏とのインタビューで、総理になれば日韓の歴史をもっと勉強したい、日本人自らが過去の責任を明確に検証すべきであると発言したことを持ち上げていた。同氏は岸田党政調会長についても韓国と因縁のあるハト派であるとして2015年の日韓慰安婦合意まとめた外相であることに留意していたが、菅官房長官については和田東大名誉教授が最近同氏とのインタビューで、日韓関係改善のためには菅官房長官が次期総理になってはダメだと語っていたことを紹介していた。これに対して同じ保守紙の朝鮮日報は、ポスト安倍は誰がなっても韓日関係に急激変化はないとの見出しを掲げていたが、その理由については、日本国内では両国の関係悪化の原因はムン・ジェイン政権にあるとしているからだと書いていた。同氏は、日本国内の世論は安倍総理の対韓政策に同調する気流が強いため、安倍辞任が韓日関係に有意義な影響を与えるのは容易ではないとの観測が支配的であるとして、政権交代でなく自民党内の人物交代なので、慰安婦問題や徴用工賠償問題、輸出規制など日韓関係の足かせとなっている主要懸案の立場はそのまま維持される可能性が大きいと予測していた。その上で、
ただし、日本の輸出規制など、安倍総理の主観が大きく作用したことで知られる政策については、ポスト安倍内閣で一部緩和される余地はあるとして、韓国政府がこれに協応し、前向きな対日政策を構想した場合、全面的に改善は困難としても、最悪の局面から抜け出す可能性はあると分析していた。公共放送の KBS の特派員は、石破氏を除く候補者のほとんどが対韓強硬派であることから、誰がなっても日韓関係の反転する可能性は低いと報告していた。同特派員は、内閣の支持率が過去最低の水準に下がっていることから、日韓関係をテコに活用する可能性もあると展望していた。まず最初に、韓国側の受け止め方として、安倍総理に対する評価というのは基本的には非常に苛烈なものがあります。極右的な指導者であったり、もしくは堅姦政策を進めた、そうした先導主義者のような評価というものがお隣の国ではされています。しかし、このこと自体は全く間違っています。なぜならば、安倍総理の行った対韓政策というのは基本的にはかなり穏健なものでした。韓国側が行っていることに対して、日本が制裁をかけたとしても全くおかしくないなという状況にあっても、基本的には安倍総理は間違っていることは間違っているとして、いわゆる遺憾法と呼ばれるような抗議の声を上げるものの、実際の行動としては何もしなかったからです。ですから、韓国側が堅姦政策を進めているかのような話をしているのは全くの誤りで、彼らにとって都合の悪い反応というものをしているのがかなり気に食わなかったというのが実情です。韓国側にとって日本との外交関係というのは基本的には韓国側の主張を日本側が飲むというのが正常な形だと思い込んでいる部分があり、そのために日本側が拒否をしたというそのことそれ自体が堅姦政策であるというような評価へとつながっているのです。そして数々の次期総理候補の名前が挙がるわけですが、その中においても石破議員が韓国側として非常に都合が良い人物であるということは、これは明らかな事実です。なぜそのような話になるかといえば、石破茂議員は基本的には政権に対する批判票というものを集める傾向にあります。その中において日韓関係についても、安倍総理の行った政策については基本的には反対の姿勢を取らなければ、そうした反対票を集めることができません。ですから、安倍総理と反対のこと、つまり親韓政策、韓国と仲良くする日韓友好を図るというのが基本政策として石破議員の根本にあるのです。ですから韓国側の報道と接触して現在の安倍政権の行っていることには問題があるという発言をすることによって基本的には韓国側でも日本側でもちゃんと韓国側の意見を理解している人物がいるではないかという評価も受けますし、また日本国内においても安倍政権の行っている政策に反対だという人たちにしてみれば、なんだ自民党の中でもちゃんと安倍政権に反対している人がいるじゃないかという具合にしてそれぞれの反対勢力というものを取り込むことができるのです。そうした意味において石破議員の基本政策というのは現在までの政策というものを基本的にはひっくり返すようなことが多くなります。ですから私にしてみれば非常に穏健な対韓政策だったわけですが、もしも石破議員が総理になった場合には基本的には日韓友好を掲げて、これまで安倍政権の行ってきたノーを突きつける外交というものを取り下げて、韓国との融和を図る、そのような政策転換というものを行うでしょう。日本側にしても韓国側にしても、これまで通りの政策というものが貫かれて、そのためにどの総理に変わったとしても、あまり変化は期待できないというこの話についても、あくまでも安倍総理の政策を引き継ぐ人であるならばという条件に過ぎません。ですから石破茂議員の場合だと安倍政権の行ってきたことを基本的にはひっくり返したいという思いがありますから、韓国側としても石破議員が総理になることを待望するのです。そして石破議員自身もそうしたこれまでの政策を転換することを支持する人たちというそういった人たちの支持票を集めることによって自分の政治勢力を作るわけですから、むしろこれまでの政策を破棄することそれ自体が彼にとっての正義となるでしょう。だからこそ石破議員は次期総理候補としては全くの失格なのです。そしてこのような石破議員が日本国内で支持を受けている理由というのも全く同じもので、安倍総理の行ってきた政策というものをひっくり返そうとするそのような時には非常に都合の良い人物だからです。
与党野党の関係から言っても、これまでの政策がひっくり返るのであれば、それは野党側にとっても非常に良い方針転換です。安倍政権の行ってきた政策は間違っている。だから我々にすり寄れというような話をしても、安倍総理自身は別に変更する理由がなかったわけですから、与野党の対決というものは基本的には常に議論は平行線だったわけです。ところが、安倍政権の政策そのものについて変更を加えることによって支持を集めようとする、そうした石破議員がトップになるのであれば、それは野党にとっても非常に都合の良い人物です。ですから、世論調査を行った時に、自民党以外、野党支持者たちから多くの支持票を集めることができます。そのことが世論調査などにおいて石破議員が1位になる理由でもあるのです。自民党の各総理候補者たちが誰が総理になったとしても基本的な政策として安倍政権の行いをある程度踏襲するであろう。そういった人物に野党支持者が支持するのは基本的にはありえません。なぜならば安倍政権を支持していないから野党支持者なわけです。その野党支持者にとってみれば安倍政権の政策を引き継ぐような人物に対して支持ができるわけがありません。ですから与党自民党の中にあって安倍政権の政策というものをひっくり返すような人物、そのような人物に野党支持者は票を入れることになります。ですから世論調査において石破議員の名前というのが1位に上がるのです。このような状況背景を見ていくと、韓国側が石破議員が総理になったら嬉しいなということは基本的には日本の国益には反する結果を招くでしょう。そして野党支持者に支持されるような総理候補というのが自民党の中にいる。そしてそのような世論調査をもとにして石破茂議員が国民から待望されているというマスコミの世論形成というのは非常に危険な行為です。なぜならば基本的な考え方として日本と利益の反するような組織であったり国家が望むような総理というのは基本的には日本の国益にはかなわない可能性が非常に高いからです。韓国が望む総理大臣が石破茂議員だというのであれば、それは日本にとって良い総理大臣ではなく、韓国にとって都合の良い総理大臣であることを意味します。そして野党支持者の人たちから票を集める与党内の支持者というのもやはり同じようにして与党にとってではなく野党にとって都合の良い総理大臣を意味します。今のところ次期総理になるためにはまず自民党内で総裁になる必要があります。そしてこの総裁を決める手順として党員票をかぶせない、いわゆる国会議員を中心として決めようという話が出ています。自民党の党員が投票するような形になれば、それは石破議員にとっても有利であると言われています。この背景にあるのは、結局は自民党政権がずっと続いてきて、安倍政権の行っているということが様々これが悪いあれが悪いと非常に多く宣伝されました。そのようなマスコミ報道というものを受けて自民党の内部においても安倍政権の行っていることに対していわば反感を持つ人たちもいるわけです。そうした反対票というものを取り込むことによって石破茂議員が党員票を集めるのではないかというのが報道各社の予想なわけです。しかしこれにしても当然のようにアンチ何々という形で集まった票というのは決して日本国の未来のためになるかといえばそういうわけではありません。反対票を集めるというのは一つの政治的な動きではありますが、正しい批判を行ってきたのかというのもこれまた大きな問題なのです。石破茂議員の議員活動のその経歴を見ていくと、必ずしも正しい批判を行ってきたことによって主流派から外れていたというわけではありません。基本的には権力がどこに移るかというのをある程度見極めながら、その時その時において自分にとって都合の良いところを狙っていったようにしか見えない部分があります。決して日本国の利益のために自分は何々をしたい、だからこのような政治活動をするのだという一本筋の通った議員活動をしてきたようには私には見えないのです。ですから現在のように世論調査で石破茂議員の名前が一番に上がるというのは非常にマスコミ報道などによって安倍政権は非常に間違った政権であるという刷り込みを真に受けたような人たち、特に情報源が様々取るのではなく、ある程度固まったそれこそテレビのワイドショーばかりずっと見ていて、そのような報道ばかり見ているから自民党は支持しているんだけど安倍政権は支持できなくなってきたなという、そういった層によって祭り上げられているように私には見えます。残念ながら様々な方面から情報を得る人たちが多くなったかといえば必ずしもそうではありません。新しい媒体が出てきたからといってもそのような媒体に乗り遅れて、そして旧来の媒体、つまり新聞だけであったりもしくはワイドショーばかりであったりといったような形で凝り固まった見方をしてしまう人たちというのはどうしても一定層存在してしまうものです。
現在の石破茂議員が世論調査で1位になるその背景というのは、今回説明してきたように、基本的には安倍政権が長く続くことにより、それによって反政権の放送というものが非常にテレビなどで垂れ流されてきた、その反動ではないかと私は考えています。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そしてこのチャンネルの登録をして常連になったよという方はぜひともメンバーへの加入をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお目にかかりましょう。またね。